こんにちは、メイです。難しいことは一切なし。今回は誰でも簡単にできる自動でおしゃれになる配置について解説していきます。部屋作りだけでなく庭作りや島繰りにも応用できるので、ぜひ最後までご覧ください。では早速見てみましょう。おしゃれに見えるテクニックは左右対称を効果的に取り入れることです。前回の動画でも少し触れましたね。この部屋はシンメトリーだけで作られたものです。シンメトリーとは左右対称や上下対称、斜めで対になっている配置のことです。シンメトリーの効果としては、対称のものに対し誠実さや美しさを感じ、好感が得られる効果があります。この部屋を使ってシンメトリーの解説をした後、実践編に行きます。この線を中心に左右対称に作られています。椅子や植物、ランプに至るまで同じ位置で同じ色形をしています。安定感がありますよね。部屋全体をシンメトリーにするのに向いている部屋は、豪華な部屋やホテル、宮殿などかしこまった感じの場所ですね。このシンメトリーを取り入れている有名な場所はベルサイユ宮殿などです。昔から美しいとされる人間の本質に合ったデザインなので、好感を得られやすいんですよね。庭などに取り入れるとかなり西洋らしい庭作りができます。このシンメトリーと対になるのがアシンメトリーです。特に昔の日本建築に見られるインテリアテクニックです。左右非対称がわびさびを演出し、それが粋であると、千利休はすごいことを思いつきましたね。アシンメトリーの効果としては、流動性や自由、躍動感を感じます。変化を楽しみながらインパクトを強くしたい時などにおすすめのテクニックです。シンメトリーもアシンメトリーも部屋の一部に取り入れるのもおすすめです。では実践編に行ってみましょう。今回のテーマはレン特製ブレンドコーヒーとグッズの買えるカフェです。シンメトリー、アシンメトリーを使いながら作っていきます。部屋の概要です。部屋の大きさは 10×10。窓はなし、エントランスは右から2番目です。明るさは白で最大の明るさ。環境音はありません。壁と床の概要です。線で囲ったところにレジカウンターを作ります。奥に仕切り壁をシンメトリーになるように並べます。今回は部分部分にシンメトリーな場所を作っていきます。この線を中心に左右対称にしていきます。仕切り壁のある部分に突っ張りラックを並べて、間にカウンターを置きます。壁は上下にステッカーを貼り、上下のシンメトリーにしていきますが、壁の真ん中は完全に揃っていないのでアシンメトリーですね。アシンメトリーにすることで真ん中のインパクトが強まりますね。壁や天井などは左右だけでなく上下もシンメトリーやアシンメトリーが使えます。棚に小物を置いていきます。左右対称にしていきたいので、両端から置いていくと簡単にいい感じになります。人気カフェの設定なので同じ機械があっても大丈夫です。むしろ効率的です。レジ置くの棚が完成しました。シンメトリーを意識したのでなかなかまとまっていますね。手前に注文カウンターを作っていきます。レジカウンターは完全にはシンメトリーにせず、大理石のカウンターを置いたところのみシンメトリーにします。この線を中心に左右対称にしていきます。先ほどと同じように両端から置いていきます。天井も同じように左右対称にしていきます。ケーキのショーケース側は特に何も考えずに飾ります。この範囲のちょうど真ん中になるようにドアを飾ります。ぴったり真ん中は心理的に安心感を与えてくれます。大理石のカウンター前も左右対称にします。これでレジ側のスペースは完成です。次は商品棚のスペースを作っていきます。
ここは小さな左右対称を2つ作っていきます。小さな場所に並べてシンメトリーを取り入れるテクニックは、違う家具でも色の近い家具を繰り返し使うことで、なぜかまとまって見える効果があります。シンメトリーを意識すると他の手法も無意識にやってくれるので、自動でおしゃれに見えます。これがシンメトリーの良い効果ですね。商品棚の前の空いている場所に机と椅子を置いていきます。皆さん無意識にやっていると思いますが、この机と椅子の配置もシンメトリーです。テーブルを挟んで椅子を並べるだけなんてありきたりですが、実は心理的にも良い効果をもたらすシンメトリーだったんですよね。この時も同じような色合いで選ぶとグッドです。壁もこの線を中心に左右対称にしていきます。壁と同系色系の額を選ぶことによって一体感がさらに生まれるので安定感が出てきます。天井も同じように左右対称になるように飾ります。この線で囲ったスペースもエントランスを中心に左右対称にしていきます。いろいろな場所のシンメトリーの効果を取り入れることによって全部同じではなくても勝手にまとまって見えますね。こういうところに一点違うものがあると注目の的になるので、目立たせたいものを置きます。小物は斜め対称にしていきます。小物を斜め対称にすることでまとまりがありながら動きが出るのでおすすめです。シェフレラはあえて一点物で飾り、シンメトリーを崩す要素としておきます。次は壁を飾っていきます。壁もエントランスを中心として左右対称に飾っていきます。絵画は同じものを置くことはおしゃれではないので、あえて違うものを飾ります。完成です。シンメトリーとアシンメトリーを意識した作りなので、家具が多くてもまとまって見えますね。簡単なテクニックでおしゃれに見えるシンメトリーの配置はいかがだったでしょうか。全体に取り入れても一部に取り入れてもおしゃれに見えるので、ぜひ試してみてくださいね。今回の部屋もツクッターに登録してあります。このテクニック取り入れてみたいと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。おまけにこの部屋の庭のムービーをつけたので、ご興味がある方はぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。